ハロー、アラフォーダイエッターのももです。今日は105キロの女が本気でダイエットしたら何キロ痩せるのかの中間発表。いやー、毎回言ってるけど、1ヶ月って早くない？もう1ヶ月経っちゃったよ。皆様が期待するような、期待していただけれるような計量結果が出るかわかりません。本当にそれだけはごめんなさい。でもね、私なりに頑張りましたのでちょっと見ていただきたいです。ホルモン治療をしておりまして、前々回の動画を見てない方は知らないかもしれないんですけど、ホルモン治療をすると、お薬の副作用で筋肉が結構分解されやすくなったり、体調面にもかなり影響が出たり、女性ホルモンをいっぱい摂取しているから、吸収しやすくなったり、溜め込みやすくなったりとか、あと結構むくみやすくなったりとか。まあダイエットにはとっても良くない作用がいっぱい起きるんですね。それでも私頑張ってきましたので、もしかしたら太ってるかもしれない。なんなら変わらないかもしれないし、奇跡的に痩せてるかもしれないけど、とりあえず、それはこの動画を見てください。それでは、レッツラゴー！この動画は105キロのアラフォー女が本気でダイエットをしてどこまで痩せれるか、どこまで美しくなれるか、なんなら不可教になりたいを現実できるように努力して皆様に共有できるチャンネル作りを目指しています。このチャンネルを成長させたいのでぜひチャンネル登録とグッドボタン、あとどんなことでもいいのでコメントお待ちしております。その一つ一つの行為が YouTube に評価されてよりいろんな人にお勧めされるようになります。そしていろんな人に見てもらえるようになるんですね。なのでどうかよろしくお願いいたします。体重を測定しに行くよ今回で5ヶ月目になります。前回測定が8月の12測っていきましょうか。本当に何キロになってるかわからない。女性ホルモンをね飲んでたからもう家でも体重測定してなくてちょっとどうなるか本当にわからなかったんだけど、なんか良さげな気がします前回8月12から本日9月11の測定結果、結果としては2キロ減、それ飲んでたけど2キロは減ったんだ。2キロ減ってます。体脂肪1キロ減で、筋肉はほとんどキープしながら体脂肪で落とせてるので、体脂肪率もちゃんと少し落とせてはいます。下がり加減は少ないけど、下がってる内容としてはその筋肉の落としながらも減量っていうのはできてる。お薬飲みながらでもそれが叶ってるので、悪い傾向ではないと思います。よかったマジで不安だったよもうちょっとだけ落としたいっていうのはあるけど、波がある時期なんで、体の様子も見ながら落としていければなと思うので、昨日からまたホルモン剤をね飲み始めたの、っていうことは生理後のゴールデンタイムあるでしょ、みんな痩せやすくなる時期、キラキラ期ですね。それが私にはないってことだよね辛いですごめんなさいでも生理が来たりとかがあってもちゃんと落とせてるんです。やっぱ生理前に蓄積しちゃったりとか、逆にキラキラ期の場合は太りやすくなったりっていうのがあるのも乗り越えてのこの落とし方なんで、順調だと思います。薬飲んでた当初は2キロとか増えてずっとしたんだけど91. 点何本とかになってて、そっから考えると4キロぐらい減ったってなるもんね。そうです、ちゃんと落ちてる。頑張ってる。頑張りましたスタートから1ヶ月だと今のなんですけど、スタート時からは105キロからの87キロ。めっちゃ痩せてるよね。めっちゃ痩せてますよ。何キロ痩せた？ 18 キロ5ヶ月で18キロ痩せたってことでしょ？そうですそうです。めっちゃすごいです。めっちゃすごいよね体脂肪率も 50% から 44.5。今は筋量キープしながらのダイエットができてるけど、最初は一緒にごっそり落としちゃったんで、後半戦のダイエットうまくやれてるので、途中より筋量上がってきてるような気がするんだけど。途中上がってます。増えてんだよ。2キロ増えてる。増やしながら体重を落とせてる。めっちゃすごい。めっちゃすごいめっちゃす
っていう職場で生ゴムってめちゃめちゃ成分含んでめっちゃ多いじゃん。あれゴミ箱を倒してこうゆっくりズリズリズリって引っ張んないと引っ張れなかったのに、最近片手で持てるようになってかっこいいかっこいいですマジゴリラに近づいた重くねえと思っていやいいですねいいですね順調でやっぱりねこのペースでダイエットをしていくのが私には一番合ってる気がするよ。いやもうこれで明日からフカキョンになれるねもう私フカキョンですはい。では無事多少ですけど前回より痩せることができました。筋肉もあまり落ちず維持することができて、いや本当に良かったです。ちなみにね、私ちょっとゴリラに近づいてるって言ってるでしょ。ちょっとね、もう一つエピソードがあって、職場でね、結構開けづらい食品のキャップがあるのね。みんな本当に開かないから、ペンチで開けたりするんだけど、私それ、開けれるようになりましたもう素手でね、あのキャップ開けれるようになったってね、他の人に言ったらね、それはすごいなーって、一緒に働いてるおばちゃんに言われたよ。本当にね、結構全然開かないやつで、ちょっと前まで開けられなくて、ペンチっていう存在も知らなくて、なんなら来店したお客様に開けてもらうっていうくらい、なんならそのお客様も結構ね、もう手こずってたからね、すんごい頑張って開けてもらうっていうことをしてたんですけど、もはや素手。私的にはか弱い女の子を理想として、ダイエットに励んでいったんですが、もうね、本当にね、ゴリラに近づいてったから、ちょっとね、フカキョン無理かも。フカキョン無理か。だから私、ちょっと、シフトチェンジして、ヤマピー目指すことにします、私。あそこまで美しかったらもはやね、男でもいい。男がいい。ヤマピーがいい。私これからヤマピーになります。もはや美しくて性別どうでもよくなった。あと、皆様にちょっと言わなくちゃいけないことがありまして、実はホルモン治療をするにあたって、私ちょっと食事の量を増やしました。だから、ちょっと本当に減ってるのか、計量が不安だったんですけど、実はね、今までお米を全部カットしてたんですよ。お米食べないようにしてたんですけど、ちょっと、朝か昼だけ、おにぎりを食べることにしました。食事量が少ないと、ホルモン剤を飲んだ時に結構座ってられないぐらい気持ち悪くなるんですよね。もう多分胃の中の内容物がなくて、もう直で多分、副作用が来るの。おにぎりをね、米をクッション材の代わりにすると、それがだいぶ軽減されることが分かりまして、すいませんが、ちょっと、食べさせていただきました。最低でもあと2週間はホルモン治療をしなくてはならなくて、その後病院に行って、ホルモン数値によって、治療が終了したり、継続したりとか、すると思うんで、とりあえずしばらくおにぎり食べます。おにぎりって本当美味しいよね。めちゃくちゃうまいよ。でめっちゃ元気出る、やっぱり。1個のおにぎりだけで。真夏とか、電車待ちしてる時とか、結構ね、フラフラしてぶっ倒れそうになったりとか、授業中とかね、脳みそフリーズしたりとかしてたんだけど、もうおにぎり1個食べるだけで、結構それが軽減されるんだよね。いや、もうね、エネルギー源、炭水化物の力って本当にすごいんだなと。しかも米ってやっぱ吸収されやすいから、ね、この瞬発力がね、素晴らしいんですね、きっと。わかんないけど。結構 150g ぐらいの大きめなおにぎりを食べています。で、具はなるべくタンパク質を摂取したいので、鮭にしております。おにぎりはね、常温で食べるっていうのが結構ポイントで、米って炊きたてよりも冷やされている方が吸収しづらいんですよね。炭水化物には食物繊維と糖質が入っているんですが、冷やすだけで食物繊維に似た働きをする成分が生まれてきます。レジスタントスターチっていう成分で、でんぷんなんですが、小腸で消化吸収されないで大腸まで届くっていうでんぷんなんだって。すごく便秘にもいいし、
食後のね、血糖値の急な上昇をちょっと穏やかにしていったり、満腹感をね、持続させてくれたりする効果があります。要は、痩せやすくなるっていうこと。ちょっとレジスタントスターチってこうググっていただければいっぱい著書も出てたり、そういう研究結果が出ているので詳しく書いていると思います。以前もね、私動画でそういうことを言っているんですけど、もう米を食べるときは皆さんもあったかい米じゃなくて常温ぐらいの米がおすすめですよ。パスタとかうどんとかも冷やすだけでレジスタントスターチっていう澱粉に変わります。うどんとかパスタとか食べるとき冷やしうどんとか冷製パスタとかの方が太りづらいっていうものですね。あとね、じゃがいもも冷やすことによって太りづらくなるので、ぜひじゃがいもが食べたいなって思ったらちょっとマヨネーズ控えめのポテトサラダをぜひぜひ食べてみてください。体のサイズも測ってきましたので、そちらも見てもらおうかなと思います。ついでにね、ビフォーアフターの写真も撮ってきましたので、そちらも一緒にどうぞー。てか、腕が1ヶ月でこんなに減ったってすごくない？最近ね、職場の制服をもともと 3L を着てたんですが、LL に変えたんですよ。変えた時、ちょっとピチッとしてて、ここら辺、腕周りとか、ちょっと、LL サイズに変えたの早かったかなって若干後悔したんだけど、腕にゆとりがね、こんぐらいゆとりが出るようになったんですよ。それまで、ピチッとね、ピチッとしてたの、ちょっと動きづらいなぐらい。なのが、こうやってゆとりが出るようになってきて、これね、腕周りが2センチも減るって、だいぶ変わりますよね。すごーい。もうね、どこが減るのかわからないけど、なんかとりあえず減ってよかった。ということで、今回の動画は以上になります。お知らせなんですけども、インスタを始めてみました。と言ってもちょっとね、私ね、本当にね、インスタわからんのよ。あんまわかんないけど、とりあえず始めてみましたね。本当にね、徐々に、うちのトレーナーさんいるでしょ？彼女にね、いろいろ教えてもらって、インスタをね、ちょこちょこ更新していきたいと思いますので、よかったら登録よろしくお願いいたします。一応概要欄の方に、インスタの、URL? なんかリンクを貼っておきますので、どうぞ、ちょっと見てみてください。ほとんどYouTube で流したようなことを今はとりあえず書いてる感じ。さらっと。まだ本当に、ごめん。もうやり方わからんのよ。わかんないの。もうこれから面白くなっていくから、ぜひぜひ。とりあえず登録っていうのあれ。なんていうの？フォローしていただければと思います。今回の動画良かったって思ってくださる方、グッドボタンと、あとチャンネル登録も一緒にお願いいたします。あと、どしどしコメントもお待ちしておりますので、これからも応援よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。本日の動画はいかがだったでしょうか？無事今月も少しですが痩せることができました。レジスタントスターチ、ぜひ皆さんも試してみてくださいね。冷凍したお米はチンした後平皿に盛ってなるべく冷えるように慣らしてから常温まで冷えたら食べるだけで OK です。簡単なのでぜひやってみてくださいね。これからもダイエット頑張っていきますので応援よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。バイバイ。